こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は、あたり様より新作メトロイドバニア、ヤーズライジングをご提供いただき、ゲームクリアまで遊ばせてもらいましたので、ご紹介とレビューを行っていきます。ぜひ最後まで見てね。まずは今作がどういった作品なのかをご紹介していきます。今作はシャンティやリバーシティガールズなどでおなじみのウェイフォワードが開発を手掛ける最新作となっていて、キャラクターの可愛さや世界観のおしゃれさなど様々な面で同社らしいこだわりを感じられるタイトルとなっています。また後に詳しくご紹介しますが、もともとは1980年代にあたり2600でリリースされたシューティングゲームヤーの復讐を大幅にリブートしたタイトルでもあります。対応機種は Xbox One にシリーズ XS、そして Steam や Switch、PS4 と5で、Xbox 版は定価3400円で、発売日は9月10日となります。今作はマップ探索型の横スクロールアクションゲームとなっていて、マップを自由に探索して自身の能力の強化を行ったり、新たな能力を入手してさらに進める場所が増えていく、いわゆるメトロイドバニア形式の作品となっています。キャラグラフィックは 3D で作られていますが、ゲームプレイは横スクロールのみの構成です。ゲームを進めていくごとにラッシュや空中ダッシュ、大ジャンプ、水中での移動などできる行動が増えていきますが、基本的には難しい操作を要求されるようなことはなく、アクション面においては比較的シンプルな作りだと感じられました。攻撃方法としてはショット攻撃が基本となり、こちらは弾数無限で撃ち放題です。中盤になるとチャージショットも使用可能となります。そしてより強力なミサイルも存在し、こちらは弾薬を消費して撃つことができます。ミサイル3発で開くドアがあるなど、メトロイドに似ている感じの仕様と思っていただけると分かりやすいかもしれません。左上に表示されているパーセンテージが HP ゲージとなっていて、敵から攻撃を食らったり穴に落ちたりするとダメージを受けます。こちらは敵を倒したり破壊可能なオブジェクトを壊すことで入手できる赤色のエッセンスを取得して回復することが可能。またセーブポイントでは自動的に全回復されます。またステルスの要素があり、隠れることができる隙間などがいくつか存在しますが、基本的に敵に見つかったとしてもそこまで必要に追いかけてくるような場面や複数に追われるようなシーンはなく、特に苦戦するようなことはありませんでした。たとえ見つかっても簡単にゴリ押しで逃げて進めたりもでき、優しく感じられました。マップはいつでも自由に見ることができて、今はまだ進めないところには通行不可のマークが、また未取得のアイテムが残っている場合は青色のマークがついているなど、かなりわかりやすく作られていて迷うことは一度もありませんでした。ファストトラベルはマップ上に設置されたエレベーターでのみ可能。ファストトラベルしたいときはエレベーターまで戻る必要があるといった作りです。キャラクターの強化アイテムは自身の HP ゲージの上昇やショットダメージアップ、ミサイルの数を増やしたりジャンプ力の強化など豊富に用意されています。しかし入手した全てを装備できるというわけではなく、限られたマスにピースをはめ込むことでその効果を得られるといったシステムとなっています。ピースは回転することができ、プレイヤー側でお好みの強化アイテムを選び、うまく工夫して配置していく形となっています。こちらはメニュー画面でいつでも自由につけたり外したりすることが可能です。そして今作ならではの要素として、ゲーム中様々な場面でハッキングのミニゲームを行うことになります。こちらのミニゲームは冒頭でご紹介した1980年代にあたり2600でリリースされたシューティングゲームヤーの復讐をモチーフとしていて、レトロ調のシューティングゲームをクリアすることで先の道が開いたりキャラの強化アイテムを入手できる作りとなっています。手際よく進めることができれば数秒や数十秒で終わるものがほとんどで、ミスしてもダメージを受けるだけで何度も再挑戦することができます。ただ探索アクションの方と比較するとシューティングの方は歯ごたえのある難易度設定となっていて、ひたすらギリギリで敵の攻撃を回避するなどシビアな操作を要求される面が複数存在します。こちらのミニゲームは全編にわたってかなりの頻度で登場しますが、シューティングが苦手な方や探索アクションだけに集中したい方のためにミニゲーム中のみ無敵になれる設定も用意されていますし、シューティングパートの攻略が楽になる強化アイテムも多数存在します。
次に今作の魅力をご紹介していきます。まずは可愛いキャラクターと翻訳の良さ。本作の主人公は木村恵美という日本人女性。要所要所では彼女をメインにした漫画風のムービーが挿入されますし、元気な性格でゲームプレイ中も終始よく喋ってくれるので、賑やかで楽しい雰囲気となっています。あざますや二度目まして。中にはググレカスといった言い回しが見られるなど、翻訳の質も高いです。ただ、日本語字幕には対応しているものの、音声の方は英語のみとなっています。そして一番の魅力に感じられたのは BGM です。通常ステージをプレイ中、至るところでボーカル付きの曲が何曲も流れるのですが、どの曲もとんでもないくらいクオリティが高いです。ものすごく耳に残る曲ばかりで、かつ一体何曲あるのと思えるほどに楽曲数が多く、水中に入るとボーカル付きの曲のボーカルのみなくなるなど、細かいところまでの作り込みもすごくめちゃくちゃ力が入っていると感じられました。 BGM のおかげで探索やシューティングが何倍も楽しく遊べたと言ってもいいほどに素晴らしかったです。不満点として感じたのはロードの長さ。私は Xbox シリーズ X でプレイさせていただきましたが、マップ切り替え時に何度か数秒ほどのロードが挟まれます。この点は迷路のようなマップを何度も行き来する探索型アクションゲームとしてはやや煩わしいと感じてしまいました。最後に総括です。マップ探索型アクションゲームとレトロシューティング、個々に今作ならではの要素や目立った特徴はないものの、それらを一つのゲームとして組み合わせてしまうのは斬新だと感じられました。ウェイフォワードが開発しているということもあって、操作性は良好で手堅く触りやすい作りですが、敵やボスの動きが単調であるなど、アクションゲームとしてはもう一歩と感じる面もありました。シューティングステージは毎回異なる作りとなっていて、力が入っていると感じる反面、リトライは何度も可能ではあるものの、アクションパートと比べると難易度は高く感じました。私のプレイで 100% クリアまで約8時間と、探索型アクションとしては長すぎず短すぎず程よいボリュームだったと思います。ゲームクリア後にはより高い難易度のプロモードやエミちゃんの新コスチュームなどが開放されます。世界観や BGM など、とにかくおしゃれでセンスが良く、横スクロールアクションとレトロシューティング両方ともが好きでまとめて遊びたいという方には特に刺さる作品だと思います。気になる方にはぜひ触ってみてほしいです。ということで今回はヤーズライジングをご紹介しました。あたり様、そしてウェイフォワード様、この度は素晴らしい作品をご紹介させていただく機会をいただきありがとうございました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。